こんにちは、としです。今回はですね、年末っていうことで、ちょっと今年1年振り返ってみて、この技できたなっていうのが、あったので、ちょっとね、そのまとめの動画をアップしようかなと思います。で、インスタグラム見てくださってる方は多分知ってるやつだと思うんですけど、ペダルの上に乗ってグライドするやつで、そこから切り返したりとか、こうフリップして、カーブースに移ったりとかっていうやつなんですけど、それのちょっと成長記録みたいな感じですね。多分ね、あの技始めたのは2021年の年末ぐらいか、2022年の初めぐらいなんですよ。で、その時に、グライドを練習し始めてて、そこの動画が最初だけちょっとね、残ってなかったんですけど、途中からは、ずーっと、撮影して、記録を取りだめしてあったので、ちょっとそれをね、見てもらえればなと思います。では、どうぞ。
んな感じでね、メイクがやっとできました。いや、これはね、もう、本当長かったですね。これやり始める数年前かな。多分2020年とか、そのぐらいの段階で、自分のライディングになんかスタイルがないなって、すごい悩んでたんですよ。自分の乗り方というか、自分らしさみたいなのが、全然ないなと思ってて、なんかそれまで練習してた技は、このまま上手くなっても、結局誰かがやってる技なんだよなっていう技ばっかりで、なんかだんだんつまんなくなってきちゃったんですよね。BMX 自体は好きだったはずなのに、なんか練習する技が全部結局誰かができるやつみたいな、感じだったので、なんか面白みがなくなってきちゃったなと思って、そこから完全にオリジナルじゃなかったとしても、ちょっと自分らしいものを作りたいなと思って、ちょっとねそれをいろいろ模索してたんですよ。今回載せてない技とかもいろいろね模索してるやつあって、今続けてるのもあるし、途中でやめちゃったのもいろいろあるんですけど、そうですね、今から4年前ぐらいからそういうのを考え始めて、で、2021年とか2022年からこのペダルのやつをやり始めてきたので、それをずっとやってたので、本当に今年やっとメイクができて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。本当途中骨折とかもあったので、膝の骨折とかも、あったので、もしかしたら乗れなくなっちゃうんじゃないかなっていうなんか不安もその時はあったんですよ。本当に乗れたとしてもなんか違和感が残って今までと同じように乗れないんじゃないかな。それだったらもうなんか BMX をやめるっていうのもあり得るなって、思ってたんですが、一応乗れるようになって、復帰できたんでよかったです。でこの技もね左足重心なんで、左膝が使えなかったらもうおしまいなんですよっていうのもあったんで、結構ね不安でした。実際今まだ左膝に違和感はあって、屈伸して踏ん張るっていうのがちょっとね痛みが走るんですよ。まだまだなんか変な音も鳴るし、ゴリゴリ若干まだなんかバランス取りづらい気はするんですけど、なんとかねこのぐらいは乗れるようになってます。そんな感じで、去年と比べて今年はね本当にできたものが多かったですね。カービン10回、ちょっと最後の10回目がね映像だとちょっとインチキ臭い10回目でしたけど、10回映像撮れてない時でしっかり10回切り返して11回目で落ちたっていうのがあったんですけど、それは残念ながらね撮れませんでした。その10回切り返しと、フリップができて、でその2つを組み合わせたやつが、ルーティンができたので、なんかね今年は本当に3つ達成できて、やっとなんか成就したなっていう感じですね。2年ぐらいずっとやり続けてたんでね、3年近くかやり続けてたんで、すごく感慨深かったです。とはいえちょっとね精度が全然高くないので、人前でパッと見せられるような精度じゃないんですよ。本当にたまたまずっと録画しててなんとか残せたみたいなそんな感じの一本なので、ちょっとねこれからはあれを精度高くするっていう、そこに向かってね頑張っていこうかなと思います。あとまだちょっと挑戦中のやつもいろいろとあるので、そっちも進めて来年とかにメイクできたらいいなと思ってますけど、大体2年ぐらいかかっちゃうんですよね、僕の場合。あんまり成長スピードが速くないので。今年なんか本当に週5でずっと乗ってたんですよ。大きな怪我しない限りはずっと週5で乗ってたんですけど、それでもそんなにあんまり上手くなんねえなっていう。だからセンスはあんまりないと思うんです。でもそれはしょうがないなと思ってるので、時間かけて、自分のペースでやっていこうかなと思います。皆さんも怪我には気をつけてください。で、ここからは、余談ですね。ちょっと今回の内容とは、離れます。そうだ。髪をね、切りました。前、めっちゃ長くて、結んでたんですけど、オールバックにして。あっちの方が楽なんじゃないかなと思ってたんですよ。結んじゃえば、髪型が崩れるってこともないし、
BMX 乗るときにね、前髪が鬱陶しいとかも一切ないんで、結べちゃえば楽だなと思って、頑張って伸ばしてたんですけど、結果ね、やっぱね、どうしても鬱陶しいというか、結局ヘアゴムがないと何にもできないみたいな。仕事もやりづらいし、食事も取りづらいしで、基本ヘアゴムがないとダメみたいな感じなんですよ。で、ずっと縛ってるとやっぱ痛いんですよね。頭皮が痛くなるんで、この年で頭皮痛めるのもちょっと怖いなと思って、いろいろ考えた結果やめました。ドライヤーの時間とかもめっちゃ長いし、自分には単発が合ってるかなと思って、そんな感じでね、切りました。長い髪にしようかなってね、思ってる人にはなんか参考になればなと思います。あとこれはもう BMX 全く関係ない話になっちゃうんですけど、コーヒー豆の販売を始めました。もうだいぶ前から趣味でコーヒーをこう自宅で入れてたんですけど、豆をガリガリひいてやってたんですけど、もう何年か前からはちょっと焙煎をするようになって、問屋さんからオンラインでその生の豆を買って、それをこう自宅で焼いて、それを焙煎って言うんですけど、その豆を焙煎して茶色いコーヒー豆になるんですけど、そのコーヒー豆の焙煎っていうのにここ何年かハマってて、いつかなんかお店ができればいいなとか、思ってて、で、最初はオンラインでこう焙煎豆を販売するみたいなところから始めれば別に店舗を構えなくてもいいんで、ちょっと気軽に始められるかなと、考えてたんですけど、いつかやろうって思ってたんですが、ちょっといろいろきっかけがあって、今年からね、始めました。今年っていうか、本当に、今月ですね。今月、2024年の12月からオンラインストアをオープンして、売り始めてます。タイラーさんとかでね、イベントで出させてもらうときに、豆も一緒に販売したりとか、そういうのもやってます。まだまだ駆け出しではありますが、もし興味があれば、買ってみてください。動画概要欄の方にリンクを貼っておきますので、覗いてもらえるだけでも嬉しいです。そんな感じで、なんか、ここ1年はすごい自分の趣味をなんか発展させられたなっていう1年でしたね。BMX の方も、今までやってきた練習がやっと実ったっていう、実感できた年ですし、そのコーヒーの方ですね、コーヒー豆の販売とかもできたりして、買っていただいて本当に嬉しいです。なんか10代の頃とか、それこそ20代もそうですけど、昔想像してた時って30代って何してんだろうなって分かんなかったんですよね。今40代の想像もできないんで分かんないんですけど、あんまり面白くなさそうだなって正直思ってたんですよ。周りになんか、その頃は面白そうなその30代っていうのが少なかったからかもしれないんですけど、そういうところにこう行ってなかったんで、なんか想像ができなかったんですよね。なんか30代になったらずっと仕事だけしてんだろうななんて思ったんですけど、まさかね、こんな風に、フリーで働いて、自宅で働いて、で、BMX も、大体好きな時間に乗りに行って、コーヒー豆もね、なんか趣味で楽しんで販売までやってみたいな、なんかそんな風になると思わなかったんで、なんかこれがちょっとでもなんか若い子とかの、刺激になればななんていう風には思ってます、普段から。僕がその楽しく働いて趣味も楽しんでみたいな30代、40代っていうのを若い子に見せてあげれば結構希望が持てるんじゃないかななんて風にも思ってるので、そういう意味でもね、頑張っていきたいなと思います。2025年はね、もうちょっと仕事に力入れようかなと思ってますね。はい。今年はね、ちょっと正直、遊びすぎたというか、趣味に力を入れすぎちゃったなっていう感じがあるんですよ。別に仕事に手を抜いたつもりは一切ないんですけど、今の仕事よりプラスアルファもうちょっとできたんじゃないかなっていう気はしてるので、なんか仕事の面でもう少し成長させて、プラスアルファの仕事をなんかね、自分の中でしていきたいなと思ってます。あとは、そうだな、本を全然今年は読んでなかったんで、2025年はしっかり読もうと思います。やっぱりなんか本をしっかり読んでた1年、去年1年はすごいしっかり読んでたんですよ。で、その1年と比べて今年1年あんまり読んでなかったんですけど、なんかね、
物事の考え方がちょっと違うんですよね。去年の方がなんかしっかり考えられてたし、アイディアもいろいろ出てきたんですけど、なんか今年の方が若干劣化してるような気がしちゃって、それが良くないなと思うので、そうだな、月に5冊は最低読もうと思います。頑張ります。あと2024年もですね、いろいろ関わってくださった方々、ありがとうございました。特にタイラーさんですね。タイラーがなかったら、今年メイクできてた技も多分できてなかったと思うんですよ。もっと先になっちゃってたと思うんですよね。やっぱり公園とかで練習してると、練習できない時もあるじゃないですか。天気もそうですけど、注意されたりとか、他の人たちが使ってたら BMX 乗れなかったりとか、そういういろんな要因で乗れない時もあると思うんですよ。でも、やっぱりタイラーがあるおかげで、本当に毎日のように安定して練習ができたので、本当にね、ありがたいですね。あとやっぱり、全国から結構いろんな人が遊びに来たりする場所でもあるので、なんかいろんな交流ができて楽しかったですね。海外からのライダーとか喋ったりとか、なんかそういう出会いもあった1年だなと思います。そんな感じで今年1年も、お世話になりました。動画の更新頻度はだいぶ低いですけど、細々とやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは来年2025年もよろしくお願いします。さよなら。